押し寿司を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、押し寿司を作っていきたいと思います。今までもね、何回か押し寿司レシピはご紹介してるんですが、今回はですね、手軽にタッパーを使って作っていきたいと思います。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに寿司飯の材料をご紹介します。材料はこちらです。ご飯、お酢、甘酢生姜、お砂糖、塩、こちらの材料で作っていきます。まずお酢ですね。今回は米酢を使用します。米酢を使用していただくと全体的にまろやかな仕上がりになります。穀物酢を使うとさっぱりとした仕上がりになります。こちらはお好みの方で作ってみてください。そして今回寿司飯の中に甘酢生姜も入れていきます。そうするとね、食感のアクセントにもなってとても美味しい仕上がりになります。こちらはお好みで入れてみてください。それでは続いて真ん中に入れるひき肉の甘辛炒めの材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏ひき肉、お醤油、みりん、お酒、お砂糖、サラダ油、こちらの材料で作っていきます。まずひき肉なんですが、今回は鶏ひき肉を使います。こちらはお好みで豚と牛の合いびき肉を使っていただいても OK です。あとはね、とてもシンプルな材料ですね。醤油、みりん、お酒、お砂糖、全部大さじ1になります。ちなみにお酒はですね、料理酒ではなくて清酒を使ってます。それでは続いて、いり卵の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、マヨネーズ、お水、お砂糖、塩、サラダ油、こちらの材料で作っていきます。まず卵のサイズは L サイズ、M サイズどちらでも OK です。今回は M サイズの卵を使用していきます。そして今回のね、いり卵のポイントなんですが、マヨネーズを少し加えていきます。そうすることで彩りも良くなって、さらにふわっとしたいり卵に仕上がります。味付けに関しましては、塩とお砂糖でシンプルな味付けにしていきます。この味付けはお好みで変えていただいても大丈夫です。それでは最後ですね、残りの具材です。寿司エビ、絹さや、こちらの材料を使っていきます。まずですね、こちらエビなんですが、このように開いてあるものを使用していきます。お好みでむきエビを使っていただいてもどちらでも OK です。そして絹さやですね、こちらは茹でて使っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずはじめにひき肉のね、甘辛炒めを作ります。まずフライパンに薄くで大丈夫です。サラダ油を敷いてください。ペーパーで伸ばしていただいて、そして火にかけましょう。火にかけたらだいたい30秒ほどね、温めてください。はい、で温まったらこの中にひき肉を入れます。これでね、まず軽く炒めます。ほぐしながらね、炒めていきましょう。火加減は中火です。で、半分ぐらい火が通ったら、ここにお砂糖とお酒、そしてみりん、あとは醤油を加えます。そしてよく混ぜながら煮詰めていきます。火加減はそのまま中火で OK です。このようにね、お肉にしっかり火が通る前に味付けしていただくことで、お肉にね、味が馴染みやすくなります。お肉にね、火が通ったら火加減強火にします。これで水分を飛ばしながら炒めていきましょう。このようにしっかり水分が飛んで、お肉にね、きちんと味がつけば OK です。そうしましたらこちらはね、バットに開けて粗熱を取っておいてください。それでは続いていり卵を作ります。まずはじめにボウルの中にマヨネーズを入れてください。そしてこのマヨネーズをお水で少しずつ溶いていきます。これはですね、卵をふわっとさせるために入れるんですが、直接卵に入れてしまうとダマになりやすいので、まずお水で溶いてから卵と合わせていきます。お水とね、合わせる時もあんまり一度に入れすぎるとね、ダマになりやすいので、少しずつ加えて混ぜてください。そしたら続いてここに卵を割り入れます。あとは砂糖と塩ですね。そしてよく混ぜましょう。はい、これでよく混ざれば OK です。それではフライパンに薄くサラダ油を敷きます。ペーパーで伸ばしましょう。そして火にかけます。火加減中火です。一度このまま30秒ほど温めます。はい、これでフライパンが温まったら卵を流し入れます。そして固まってきたところからこのようにぐるぐるっと混ぜて、そしていり卵にしていきます。で、火加減は
はねそのまま中火で OK です。このぐらいふわっと固まったら、あとはね火を止めて余熱で仕上げてください。余熱で仕上げることでねふわっとした仕上がりになります。これでふわっとした炒り卵の完成です。このようにふんわりとした仕上がりになってます。そしたらこちらもですねバットまたは容器に入れて粗熱を取ってください。では続いて絹さやですね。ヘタをねポキッと折って、そしてピーッと引っ張って筋を取り除いてください。お尻の部分もピッと折っていただいて、そしてお尻からも筋を取ります。このようにまず下準備してください。絹さやは4個使っていきます。そしたら小鍋にお湯を沸かします。そして塩をね小さじ1/2ぐらいちょっと入れます。そして絹さやを入れて、だいたいね30秒ぐらいですね茹でてください。はい、火を止めて、そしてこちら茹で上がった絹さやをすぐ氷水で冷やしましょう。でこのままだいたいね 2,3 分冷やしてください。はい、で氷水で3分ほど冷やしたらしっかり水分を取ってください。そして絹さやを半分に切ります。このように切ってください。続いてエビですね。この寿司エビっていうのはねこのように尻尾がついた状態で売ってますので、この尻尾は今回ね切り落としていきます。このように包丁で切り落としてください。つけっぱなしでもねどちらでも OK です。それでは続いて寿司飯を作ります。まずはじめにこの甘酢生姜をみじん切りにしていきます。適当にねみじん切りにしてください。はい、これで OK です。続いて甘酢を作ります。まずお酢にお砂糖、あとは塩を加えます。これでよく混ぜてください。はい、これでしっかりねお砂糖と塩が溶ければ OK です。それではね熱々のご飯を用意してください。ここにね先ほどの甘酢を回しかけます。あとはねこちら甘酢生姜も入れましょう。これで切るように混ぜてください。手早くね混ぜるようにしてください。はい、これでねよく混ざれば OK です。ではね最後タッパーで作っていきます。今回底の部分が約12センチ ×8 センチのタッパーを使います。高さは8センチぐらいのタッパーです。こちらは目安にしてみてください。そしたらタッパーの内側にラップを敷きます。続いて一番上に出てきてほしい具材を下に敷き詰めます。こちら側を表にしたいのでこのように、はい、こんな感じで置いてください。頭の部分と尻尾の部分交互に置いていきます。そこから見るとこんな感じです。このようになります。はい、そしたら続いて上の方にこちら絹さやを置いていきます。はい、絹さやはこのように敷き詰めます。そしたら残りのこっち半分にいり卵を乗せていきます。こちらを入れましょう。絹さやにかかっちゃっても OK です。はい、そしたらですね続いてここに寿司飯を入れます。だいたい半分ぐらいですね入れてください。そしたらですねちょっとギューッと押さえつけます。はい、このように押さえつけます。続いてこちら甘辛炒めですね。こちらをね乗せていきます。はい、このように乗せます。最後上に寿司飯を乗せましょう。そしたらこの上にラップをして、そしてね手でギューッと押さえつけてください。取り出します。ラップを剥がして、そしてお皿をかぶせて裏返します。そして取りましょう。はい、こんな感じでねとても可愛い仕上がりになりました。はい、これで押し寿司の完成です。こんな感じに仕上がりました。断面はこのような仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しい。甘酢生姜が入った寿司飯がすごく美味しいです。そしてこのいり卵もすごくふわふわです。はい、ということ
ことで今日も美味しく仕上がりました。今回の押し寿司のポイントです。まず今回寿司飯の中に甘酢生姜を刻んで入れてます。こちらはお好みでやってみてください。ない場合は入れなくても大丈夫です。そして具材についてなんですが、今回間にひき肉の甘辛炒め、そして炒り卵、あとは絹さや、そしてあとはエビを使いました。こちらはね、お好みのものを使って作ってみてください。炒り卵に関しましてはマヨネーズを加えていただくことでとてもふわっとした仕上がりになります。そして寿司飯を作る時なんですが、必ずご飯は温かいものを使用するようにしてください。冷めたご飯を使ってしまうとべちゃっとした仕上がりになってしまいます。あとはですね、甘酢を加えた後は手早く混ぜるようにしてください。そして今回はですね、タッパーを使って押し寿司を作ってます。こちらのタッパーはお好みの形や大きさのものを使っていただいて OK です。今回私はこちらですね、約12センチ ×8 センチ、そして高さが8センチのものを使ってます。こちらは目安にしてみてください。このタッパーの中に敷き詰める時なんですが、必ずラップを敷いてから具材を敷き詰めるようにしてください。あとはですね、お好みで敷き詰めて作ってみてください。そして敷き詰め終わったら最後はしっかり押さえつけてからお皿に出すようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は押し寿司を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。